皆さんこんにちは。持田あかりです。今日は輪針を使って編む猫耳帽子の作り方をご紹介します。かぎ針編みで編むには難しいふわふわした毛糸も棒針を使えば簡単に編めるんです。棒針は難しそうと思うかもしれませんが、このニット帽は作り目と表編みだけができるようになればすぐに編むことができます。初めて棒針にチャレンジされる方のためにできるだけ詳しく説明していきます。ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それではスタート。まずは仕上がりのサイズです。かぶる部分がそのままの状態で52センチ、伸ばすと60センチぐらいです。高さは18センチです。ただし仕上がりサイズは編む人の力加減によって変わってきます。使用した毛糸はセリアのリトルバニーです。ポリエステル 95%、ナイロン 5% の毛糸で1玉あたり 25g、22メートルです。使用針の目安は棒針の 7mm から 8mm です。カラーナンバー2番を2玉使用しました。必要な道具は輪針、とじ針、ハサミ、マーカーです。輪針はダイソーで購入した太さ 6mm、長さ60センチの輪針を使用しました。マーカーを持っていない場合は、短い毛糸を結んだものなど、リングの形をしたもので代用できます。これらの道具はすべて100円ショップで購入できます。まず最初に作り目をします。毛糸の中に指を入れて、毛糸の端を取り出します。毛糸を120センチから150センチぐらい引き出します。130センチぐらい毛糸を引き出しました。ここに結び目を作って編み針に毛糸をつけていきます。まずは毛糸で輪を作ります。輪の中に毛糸を通します。編み針を持ってきてループに入れます。この時に毛糸玉につながっている毛糸が奥、引き出した毛糸が手前になるようにしてください。毛糸を引っ張ってここの輪を引き締めます。これで毛糸をつけることができました。ここから作り目をしていきます。まずは左手に毛糸をかけます。左手の薬指と小指あたりでこの糸を持ちます。人差し指と親指を2本の毛糸の中に入れ、指を広げます。これで糸をかけることができました。もう一度やってみます。左手の小指と薬指あたりで2本の毛糸を持ちます。親指と人差し指を2本の毛糸の中に入れて広げます。こんな感じです。ではここから作り目をしていきます。今針にかかっているこのループを1目目と数えます。まず最初に親指にかかっているこの部分の毛糸を外側から針にかけます。次に人差し指にかかっている毛糸を
こちらも外側から針にかけます。親指にかかっている毛糸の間をくぐるようにして針を上に持ってきます。親指にかかっている毛糸を外します。そして引っ張ると、これで1目完成しました。もう一度やってみます。親指の外側にかかっている毛糸を外側からすくいます。次に人差し指にかかっている毛糸をこれも外側からすくいます。親指にかかっている毛糸の間をくぐるようにして針を上に持ってきます。親指にかかっている毛糸を外します。外したら親指にかかっていた毛糸のところを引っ張ると、これで一つまた作り目ができました。まずは親指にかかっている毛糸を外側から編み針にかけます。次に人差し指にかかっている毛糸をまた外側からかけます。そのまま親指にかかっている毛糸の間をくぐらせて針を上に持ってきます。親指の毛糸を外して引っ張ると1目できました。まずは親指にかかっている毛糸を外側から針にかけます。次に人差し指にかかっている毛糸も外側から針をかけます。親指の毛糸の間をくぐらせて針を上に持ってきます。親指の毛糸を外して引っ張ります。こんな感じで作り目をしていきます。一番最初に針にかかっていたループも1目と数えて全部で40目作り目をします。作り目はきつくしすぎないようにしてください。この後このループに針を刺して編んでいくので、きつすぎると編むのが難しくなってしまいます。針の上でスルスル動かせるぐらいループを緩くしてください。最初の作り目40目を編み終わりました。作り目がちょうど輪針の長さと同じぐらいの長さになるぐらいがちょうど良いと思います。長すぎたり短すぎたりする場合は目の数を調節してください。編み地がねじれていないことを確認してください。編み地がコードと編み針の内側に来るようにしておいてください。右手に毛糸がつながっている方の編み針、左手に毛糸が出ていない方の編み針を持ちます。編んでいくときは編み針の先の方に目を寄せて編んでいきます。もし寄せにくいという場合には、コードの適当なところを引き出すと目を寄せやすくなります。引き出したコードは一度ねじっておくと収まりが良くなります。左手に毛糸をかけます。左手の小指と薬指の間に毛糸を通します。薬指と中指の前を通って後ろから人差し指に毛糸をかけます。人差し指以外の指は軽く握って編み針を持ちます。人差し指は上の方に少し持ち上げておきます。もう一度やってみます。左手の薬指と
小指の間に毛糸を通します。薬指と中指の前を通って後ろから人差し指に毛糸をかけます。軽く握って編み針を持ちます。人差し指は上の方に上げておきます。それでは1段目を編みます。ここからはずっと表編みを編んでいきます。最初の目を編む前にマーカーを右の針に入れておいてください。このマーカーが段と段の境目の印になります。マーカーが落ちないように右手の人差し指で押さえて編み始めてください。それでは表編みを編みます。右の針を左の針にかかっているループに下から入れます。指にかかっている毛糸を針にかけ、このかけた毛糸が外れないように注意しながらループをくぐります。くぐったら左の針の最初のループは針から外します。これで一目編めました。もう一度編んでみます。右の針を左の針のループに下から入れます。指にかけた毛糸を針にかけ、かけた毛糸が外れないように注意しながらこのループをくぐります。くぐったら左の針からループを外します。下からループに針を刺し、針に毛糸をかけ、ループをくぐります。くぐったら左の針からループを外します。左の針のループに下から針を刺し、毛糸を針にかけます。かけた毛糸が外れないようにループをくぐって、くぐったらこのループを左の針から外します。左の針のループに下から針を刺し、毛糸を針にかけます。これが外れないようにループをくぐって、くぐったら左の針からループを外します。これを繰り返していってください。何目か編んだら目を左の針の方にこのように寄せていきながら編んでください。編んでいる途中で編むのを休憩するときはコードの方に目を寄せておくと良いです。こうしておくと針から目が落ちて編み地がほどけてしまう心配がありません。再開するときはまた針先に目を寄せて編み始めてください。この時編み地がねじれてしまっていないかを合わせて確認してください。マーカーのところまで編み終わりました。このマーカーが段の境目なので、これで1段目が編み終わったということです。マーカーを右の針に移して2段目を編み始めます。この先もマーカーのところに来たらそのまま右の針に移していって
最後までマーカーは外さないでください。2段目を編み始める前にもう一度編み地のねじれがないかを確認してください。編み地が編み針とコードの内側に来るようにしてください。ここからはずっと表編みを編んでいきます。5段目まで編み終わったところです。目が針から落ちないように注意しながら、サイズが小さすぎたり大きすぎたりしないか確認をしてください。もしサイズが作りたい大きさと極端に違うような場合は、一度ほどいて作り目の数を変えていただくと良いと思います。12段目の途中を編んでいるところですが、1玉目の毛糸がなくなったので毛糸をつないでいきます。編み物で毛糸をつなぐ方法はいろいろありますが、今回のような毛足の長い毛糸の場合は結んでつなげるのが良いと思います。ほどけないように強く結んだら余った糸端はカットしておきます。これで編み進めていきます。22段編み終わりました。高さがだいたい17センチぐらいになりました。2玉目の毛糸があと少し残っています。編む人によってどれぐらいの大きさになっているかは違いがあると思いますので、ちょうどいい大きさになるまで編んでください。2玉で編み終えたい方は最後に閉じる分の毛糸が必要になりますので、幅の部分の2倍の長さの毛糸を残しておいてください。編み終わるときは必ずこのマーカーをつけてある部分で編み終わってください。マーカーの場所以外で編み終わると少し歪んだ形に仕上がってしまいます。それでは最後にこの上の部分を毛糸を使ってつないでいきます。編み終わりの毛糸をこの幅の長さの2倍ぐらい残してカットします。閉じ針に今切った毛糸を通していきます。それでは上の部分をつなぎます。まず編み針から目が落ちないように注意しながら、この辺りのコードを引き出します。そして目を針先の方に少し寄せておいてください。こんな感じで2本の針を合わせるようにして持ちます。そうしたら手前の針の1本目のループと奥の針の1本目のループに針を入れます。両方に刺したら毛糸を引き締めます。今毛糸を通した最初のループは針から外します。手前の編み針にかかっているループに針を入れ、次に奥の編み針にかかっているループにも針を入れます。毛糸が通ったらこのループは編み針から外します。次の目が針から落ちないように注意してください。
どちらかの編み針からループがなくなってしまった場合は、目をコードの方へ移動させます。そして目を半分に分けて真ん中の部分からコードを引き出します。目を針の方へ移動させます。これで半分ずつに目を分けることができました。これで最後までこことここ、こことここという感じで針を通していってください。最後まで縫い終わりました。毛糸を引っ張ってお好みのシルエットに整えてください。編み地と毛糸を結びます。どこでもいいので一度編み地に針を入れます。針を入れたら輪になっているところに針を通して毛糸を引っ張ります。こうすると最後のこの部分に結び目ができるのでほどけにくくなります。最後に糸端を糸始末します。まずはどこでもいいので針を刺して毛糸を裏側に持っていきます。そうしたらこの編み地を裏側にひっくり返します。ひっくり返したらあとは適当な場所にこの針を入れて糸端を隠していきます。残った毛糸はハサミでカットしておいてください。もう一箇所編み始めも毛糸が出ていると思うので、同じように編み針に通して裏側の目立たないところに縫い入れてください。これで完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。